皆さんは秋アニメ何をご覧になっていますか？こんにちは、トマトです。今年の秋アニメは豊作ですよね。魅力的な作品が多くて毎日嬉しい悲鳴を上げています。さて今回はそんな秋アニメの中から魔王2099について語っていきます。テレビ放送された3話まで見たところなんですが、この作品めちゃくちゃ面白いですね。サイバーパンクの世界観にうまくファンタジー要素を落とし込んでいて、僕はこういう作品大好きです。こちらの作品原作小説は第33回ファンタジア大賞の大賞受賞作ということで、面白さは折り紙付きの作品ですね。ざっくりストーリー解説しますと、勇者との戦いに敗れた魔王ベルトールが転生魔法で復活すると、そこは500年後の世界。技術革新によって世界はすっかりサイバーパンクの世界になっていました。そして技術革新によって生まれたファミリアというデバイスがほぼ全員の体に装着されており、これによって電子決済も情報収集もでき、魔法すら誰でも簡単に使えるという生活必需品になっています。これは簡単に言えばスマホの超進化版で広角機動隊の電脳化をよりスマホ寄りにした感じでしょうか。そんな中、復活した魔王ベルトールはかつての腹心の裏切りにより、この生活必需品のファミリアが適用外にされ、また魔王の力の根源となる信仰心も時代とともに薄れてしまったため、そこら辺のチンピラにも負けてしまうほど弱くなっていました。この時代を生きていく生活費を稼ぐため、そして魔王の力を取り戻し、再び世界の覇権を握るため、ライブ配信を通じて有名ストリーマーになり、チャンネル登録者数という名の信仰心を集めていくというのが出だしのお話となります。この作品何がいいって、通常魔王や勇者が出てくる作品はファンタジー世界なのが定番なんですが、それがサイバーパンクに置き換えてあるっていうのが面白いんですよね。僕はサイバーパンクの世界観が大好きなので、街並みを見ているだけでもワクワクしますね。うどん屋の店主との2つで十分ですよ、いや4つだのやりとり。ここってブレードランナーのオマージュですよね。他にも知っているとクスッと笑える小ネタをちょいちょい挟んできていて、イオナズンのガイドラインですとか、あと中野の空論城こと中野ワールド会館が描写されてましたよね。また魔王様がプレイしているゲームはこれダークソウルですし、あとこのエレキレイト、皆さん伺ってご存知ですかね。これおそらく元ネタは違うと思うんですけども、でもそれの感じがあってすごく可愛かったです。そしてこの作品、主人公がライブ配信していく理由付けがいいんですよね。チャンネル登録者数イコール進行力イコール戦闘力。この形がすごくわかりやすいですし、しかも魔王様にちゃんと威厳やカリスマ性があって、そこがライブ配信者としての適性と噛み合っていくというのが面白いんですよね。あっという間に100万人登録を達成したのは正直びっくりしたんですけども、それによって1話冒頭でやられたチンピラを逆に一撃で倒すというシーンは、これが登録者100万人のパワーなのかとわかりやすくてよかったです。個人的には、こんばんは情妙の者たち、生の苦しみ味わってるっていう挨拶がすごく好きでしたね。いや、めちゃくちゃ煽りやんと思って。そして、ここが一番重要なんですけど、とにかくこのヒロインのマキナちゃんがめちゃめちゃ可愛くないですか？夢の中での過去回想で、魔王様に献身的に尽くす理由がちゃんと描かれているのも納得感があっていいですよね。ところどころ過保護なママ感があるのと、それに合わせてちょっとダメな残念ヒロイン感もあって、この両方あるっていうのがポイント高いですよね。でも魔王様もそれに甘えることなく、マキナちゃんが苦しい生活を送っている現状を知り、ちゃんとねぎらっている様子があるっていうのがすごくいいですよね。こういうのを見ると僕はちょっとグッときちゃいますね。ということで、今回は魔王2099を3話まで見た感想について話していきました。最初、魔王様がお仕事をする作品と聞いて、働く魔王様に近いのかなって思っていたのですが、それとは違った方向性があってすごく面白い作品でした。コメント欄にてぜひあなたの感想も教えてください。またチャンネル登録、高評価をいただけるとすごく励みになります。それではまた。